この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。女満別市、中央区のセントラルオフィスのは、夜の闇に沈んでいた。立ち並ぶ高層ビルは冷ややかさを備え、住民のいない街を見事に演出している。野良犬やホームレスの類さえ夜の、セントラルオフィスを敬遠していた。一区画に何百という数の有力企業のオフィスが顔を並べ、日中は各界のセレブリティが出没する人気スポットとして脚光を浴びていた。一部経済誌には、女満別のセントラルオフィスは東京丸の内に次いで日本経済の根幹を担っているとの評価もあった。その中心にそびえ立つひときわ高い建物があった。地上50階、地下6階の超高層タワービルである。女満別市の全景を、なんか読めない漢字が来た。見れるように設計されているのは、中の会社の社風に通じるところがあった。それは日本有数の総合商社、山王物産の本社ビルだった。眠りについたセントラルオフィスにあって、この商社だけは休みを与えられない。世界各地の、駐在員からの情報を24時間体制で処理しなければならないのだ。そのビルの最深部に魔王の姿があった。あるはずのない地下7階。隠された一室だった。山王物産の内部にありながら、一部のごく限られた社員にしか立ち入りを許されていない。存在すらも一般の人間には知らされていない部屋だった。万全の保安設備が敷かれていた。監視カメラに金属探知機の類までが揃っている。唯一の出入り口は地上1階への直通エレベーターのみである。有事には三重の強化ガラスが室内とエレベーターを遮断する念の入りようだった。この部屋では、たとえ人が死んだとしても秘密裏に処理されるのでしょうな。一人の男が言った。ダブルのスーツに身を包んだ中年の男。整った頭に若干の白髪が見える。胸につけた山王物産の車掌バッジが、薄暗い蛍光灯に鈍い光を反射させた。こんな時間に呼び出してすまないね。だが、私だって時間を割いているということを理解してもらいたい。声は痛烈な自負を含んでいた。男の名前は染谷。専務取締役にして経営企画室室長という社内では圧倒的な実力者だった。染谷の指示一つで日経平均が変動し、軽い一言で首を吊る人間すらいた。だが魔王はただ無然として部屋の壁に背を預けていた。君が経営企画室の影のブレーンとして我々に意見するようになってそろそろ1年になるかね。魔王はうなずきもせず平然と構えている。はじめはどこの馬の骨かと思ったよ。社長の推薦とはいえ、設立80年の歴史を誇る山王物産によそ者が紛れ込んでいるのだからね。前置きが長いのは商社マンとしての差がなのだろうか。魔王は無感動に染谷を眺めている。確かに君の活躍は目覚ましい。君のおかげで
我が社はそれまで河川市場だった軍事産業に食い込むことができた。また大幅な人員削減によっていわゆる大企業病からの脱却を図ることもできた。さらに謝辞はいつまでも続くと思われた。だが魔王はその後に続く染谷の本音を予期していた。魔王はついに重い口を開いた。私の力はもう不要だとおっしゃりたいのでしょう。静かな声は確信をついていたようだ。染谷はしばらく毛をされたように押し黙った。私の指図であなた方は動き、莫大な利益を得た。だが同時にとても世間に公表できないような計画も断行してしまった。我が社は多くのリスクを抱え込んでしまったのだよ。私のせいで？君のその悪魔的な頭脳のせいでだ。染谷の唇が震えた。魔王は知っている。染谷がいかに巨大商社の権力者であろうとも、それは社内における権力に過ぎないということに。魔王が提唱してきた犯罪行為の前では、一介の素人に過ぎないのだ。率直に言おう。南米に飛んでもらいたい。暖かいですな。魔王は薄く笑った。染谷は取り繕うように言った。そこでしばらく身を隠してほとぼりが冷めるのを待ってもらいたいのだ。暖かいですな。魔王は2度繰り返した。そう、暖かい場所だよ。現地では豪勢な社宅を用意してやる。苦労はさせないつもりだ。魔王はゆっくりと首を振った。違います。何が違うのかね。あなたが温室育ちだと言いたいのですよ。染谷は舌を噛んだような表情になった。私を本当に邪魔だと言うならば、もっとやり方があるでしょう。確かに。やり方だと？その時、直通エレベーターの扉が開いた。はあ。誰が入ってきた？こんな厳戒態勢のところに。白衣の男が入ってきた。どういうこと？染谷の口元が歪んだ。救いを求めるような目で男を迎え入れる。紹介しよう。こちらは桑島君。君の後釜だって話？20代半ばの青年だった。色白で体も小さいが、目つきだけが異様にギラついている。企業より大学の研究室にいそうなタイプだった。我が社の新しいコンサルタントだ。ボストンで勉強していたのを無理を言って来てもらったのだ。はあ。私の後任というわけか。大学ではゲーム理論を学んでました。桑島がハスキーな声で言った。魔王と呼ばれているそうですから、どんな方かと楽しみにしてましたが、意外とお若いんですね。僕は26ですが、ひょっとしてそれより下ですか？ゲーム理論の専門家にしては自分の情報をペラペラと喋る。あなたのことは染谷室長から聞いてますよ。魔王は染谷を一別した。それだけで染谷の顔に恐怖が広がる。そんなベラベラと喋っていいような素性じゃないやろ。桑島君はすでに社内の人間だ。君のことを話しても構わんだろう。社内の人間。なるほど。山王物産ほどの大企業は私のような得体の知れない人間の手を借り続けるのは居心地が悪いのでしょうな。派遣交代というわけですよ。山王はこれから僕の手でクリーンに生まれ変わるんです。過剰な自信に満ち溢れた言葉だった。魔王はこの手の尊大な若者が嫌いではなかった。かわいい坊やだと、かわいい坊やだ。そう思って笑みをこぼした。なんだ、僕のどこがおかしいんだ。君は秀才であるのかもしれない。だが実績はまだないのだろ
桑島は鼻を鳴らした。いいか、企業戦略は理論だ。実績なんて後からついてくる。最新の理論を持つ僕が華々しい功績を上げるであろうことは、すでに数値的には証明されているんだ。頼もしいな。魔王はゆっくりと桑島のそばに歩み寄った。一つゲームをしよう。ゲーム？君が勝てば私は潔く身を引こう。採用試験と受け取ってもらっても構わない。桑島は語るに落ちたと言わんばかりに笑みを作った。いいでしょう。で、どんなゲームですか？魔王は不意に左手を桑島の目の前に突き出した。5本の指を伸ばし手のひらを向けている。君も同じように指を広げてくれ。桑島は言われた通りに左手を差し出した。ここに私と君の分を足して10本の指がある。魔王といえども指は5本なのですね。桑島はせすら笑うが、魔王は静かに言った。ルールは簡単だ。これから我々は交互に空いている右手を使ってこの10本の指を折っていく。逐次定番ゲームですか。かなりの得意分野ですよ。自分の番が来たら指を2本折ってもいいし1本折ってもいい。ただし指は私と君のを交互に折らなければならない。1本あるいは2本ですね。最終的に最後の指を折ったプレイヤーが勝ちというわけですか？察しがいいな。何か質問は？その瞬間、桑島は低く笑った。笑いを噛み殺したいのだが、相手が愚かすぎて耐えられないといった様子だった。提案ですがね、魔王。何かな？僕が先行でいいですか？魔王はうなずいた。了承の意を得た桑島はより一層口角をつり上げた。その代わり私からも提案だ。何でもどうぞ。各プレイヤーに与えられる制限時間は20秒としようか。20秒 ?10 秒もいりませんよ。10秒でいいのか？ええ。本当に？しつこいな。さっさとやりましょうよ。魔王と桑島は向かい合った。お互いに左の手のひらを向かい合わせて、指を伸ばす。ではゲームを開始しますよ。僕が先行でしたね。言いながら桑島は自分の親指を右手で折った。まずは1本ですね。この場合、待てよ。この場合、魔王の小指を折ったプレイヤーの勝ちとなる。魔王は、自分の親指を折った。さらに、桑島の人差し指も折る。君の番だ。制限時間は10秒だったな。桑島は余裕の表情で魔王の人差し指を折った。1本でいいのかな？ええ。僕の勝利は決まっていますから。そやね。魔王は次も指を2本折った。桑島の中指と自らの中指の順である。直後、桑島が吹き出した。笑わせないでくださいよ、魔王。どうした？これはいわゆる先に10といったもん勝ちのゲームだ。必勝法は中学生でも知っていますよ。笑いに痙攣する指で桑島は自分の薬指に触れた。僕のこの薬指はゲームにおける7番目の指です。このゲームは後ろから解いていけばいいのです。自分が10本目を折るためには7本目を折れば勝利が確定します。そやね。1を折れば2で、2を折れば1にすればラストってなるからね。ほう。7を折るためには4を、4を折るためには1を。つまり先行を取ったプレイヤーが必ず勝つんですよ。魔王は黙って桑島の解説に耳を傾けていた。なぜなら僕が7本目の指を折った場合、魔王は8本目のみ、あるいは
8本目と9本目の指を折ることしかできませんからね。魔王が8本目のみを折った場合、僕は9、10と。魔王が8本目と9本目を折った場合、僕は10本目を折ることができます。桑島はそこでようやく7本目の指、自分の薬指を折った。君の語りが長いので制限時間はとっくに過ぎてしまった。魔王は冷静に言った。君の負けだと言いたいところだが、一度は許そう。さすがは魔王。寛大な処置をありがとうございます。だが、二度はない。ゲームを続ける。ゲーム続行ですって？僕の説明が理解できなかったのですか？残る指は3本。8本目、魔王の薬指。9本目、桑島の小指。そして10本目、魔王の小指である。あなたはバカですか？僕が7本目の指を折った以上、どうやったってあなたの負けなんですよ。勝負というものは最後までわからない。魔王は自分の薬指を折った。次に桑島の小指に手をかける。わからない人だな。染谷室長、これで僕を認めてくれますよね。桑島が約束された勝利に酔い、染谷にこびたその直後だった。突如、桑島が鋭く泣いた。何が起こったのかわからないのだろう。けれど、驚愕の表情は徐々に苦悶の色を帯びてきた。何を？狼狽する桑島とは対照的に、魔王はわずかばかりも動じた様子がない。綺麗に折れたろ？実際に経験したことがあればわかるだろうが、小指が折れてもさほど苦痛はないものだ。桑島の顔は蒼白になっていた。自分の指がありえない方向に曲がっている。研究畑の桑島にとっては信じられない衝撃だったに違いない。魔王は確かに指を折ったのだ。さて、君の番だ。制限時間は10秒でいいんだったな。桑島の返事はなかった。膝を折り、なすすべもなく痛みに震えていた。どうした？二度はないと言ったはずだぞ。10本目。私の小指を折れば君の勝利ではないか？助けて！もはや桑島の頭にゲームのことなどかけらもないようだった。勝負はあった。結局こういうのってさ、お互いがルールを守ること前提に行われとるもんだからさ、こういう風にね、まあルールは守られとるけど、まあこの話はやめとくか。魔王は腕を下ろし、眼下にひざまずく小動物の、弱小動物のような男に言った。君が戦略家として使い物になるかどうかは初手で見極めがついていた。魔王は勝ち誇るでもなく続けた。君の言う通り、このゲームは先行を取った者が必ず勝つゲームだ。誰でも知っているが、誰でも知っているからこそ裏を読まなければならなかった。そうやね。さっきのなんちゃらくんが話しとった何やっけ、谷口くんやったっけ、違うな、桑島くんだ。桑島くんが言っとったことって戦術でしかないからね。ゲームに勝つための術、戦術。けど魔王はもっと全体的な話、戦略を考えとったんやろうな。手の甲を額に当てながら桑島の顔は激しく歪んでいた。敗北を悟っているのだ。君はまず初手で私の親指をへし折るべきだったのだ。小指と違って親指はかなり応える。だから私は20秒の制限時間を提案した。指を骨折した苦痛と衝撃に耐えるのに20秒程度の時間が欲しかったのだ。そんな、何のためらいもなく人の指を折るなんて。何のためらいもなく人を傷つけることができなければ企業戦略家は務まらない。我々の一言で会社が倒産し、一家が離散し、自殺する。
まともな常識のある人間にとっては抵抗感のある仕事だ。その時になって魔王は染谷を見た。染谷は置物のように部屋の隅に棒立ちになっていた。染谷室長、お分かりか？完全にやられとるやん。染谷の額に油汗がにじんでいた。今更ながらに魔王の恐ろしさを思い知ったようだ。私が邪魔者で企業にとって不必要だと判断したのならば、南米に飛ばすなどという暴挙はやめた方がいい。初手で殺すべきなんだよ、不要だったら。それは非常に手ぬるい選択だ。なぜなら私にはまだこの会社を使ってやるべきことがある。私が会社にもたらした利益に見合うだけの報酬を受け取っていない。不当な扱いを与えられるのならば、私は全力をもって山王物産に復讐するでしょう。わかった。染谷はうろたえながら両手を上げる。魔王は詰め寄った。あなたはおっしゃったでしょう。この地下室ではたとえ死人が出ても秘密裏に処理されるのだと。わかったと言っているじゃないか。私を殺しなさい。それが一番確実ですよ。やめてくれ。魔王は人間がどうすれば従うのかを熟知していた。魔王は何のためらいもなく人を傷つけることはできる。けれど、染谷や桑島にはできない。こういう決定的な差を見せつけてやるのだ。偉大なる暴力のその圧倒的な支配力を。悪魔め。染谷の皮肉は魔王にとって惨事に過ぎなかった。